疲れ様です。トウコです。なんかまた暑くなってきたね。せっかく涼しくなってきたのに。今は12月に参加するアンノンアジアっていうイベントの展示レイアウトを考えててさ、それで私圧倒的アナログ派でこうやって何分の1かのスケールに変えて作ってるこの方が結局やりやすい、考えやすいんだよな。私はこんな感じで F20 だったらこのぐらいの大きさだからこんなイメージかみたいな、そういうことをやってますね。こういう遊びを子供の頃にやった気がする。昨日ボールペンが一気に2本ダメになってさ、めっちゃイライラしたイライラしてばかり。左利きってさ滑舌、左利きってさ、ボールペンすぐダメなんだよ。マジで腹立つよね。ボールペンがすぐ使えなくなるってことはもう左利きとして生まれてこの方何十年、その人生の初期段階で気づいてたの。もう子供の頃の時点でなんかすぐダメになるなって。ダメになるっていうのは全然インクが出なくなるってことね。で、昨日改めてなんで左利きってボールペンすぐダメになっちゃうのかって調べたら、どうやらボールペンの問題じゃなくて日本語の書き方の問題らしくて、例えばさ1って書くときにボールペンだと見にくいかなと思って iPad にしたけど、右利きだったらさこうふと引いて書くじゃん。わかる？こうやって引くって書くじゃん。左利きの場合押して書くのよ。押してスコップで土掘るみたいな、こんな感じに書くからボールペンが潰れやすいんだって。具体的にはそういう仕組みだったんだと思って納得したわ。今日は話したいことがあってさ、話したいことっていうと改まってるけど、最近ね私のこのチャンネルに桜コメントがついてびっくりしちゃったんだけど、こんなへっぽこチャンネルにも桜ってやってくるんだってびっくりしちゃったんだけどさ、パーソナルデザインのレポ動画で私そのコメントのプロフィールを見た瞬間にもう AI 生成画像だったから、なんか怪しいと思って見たら、パーソナルデザイン診断いいですよね、私は〇〇っていうサービスで診断を受けましたって書かれてたの。で、そんな私その〇〇ってサービスを動画内で喋ってないし、てか知らんかったし、では絶対これ桜じゃんとか思って、それでその〇〇っていうサービスを調べたらさ、 AI が診断してくれるっていうサービスだったので、まずここで言っときたいのが AI にイメコン診断ってできないですよ。だからそんな間違った情報を私のチャンネルに載せたくないと思って、ちょっとそのコメントは削除させていただいたんだが、ちょっと嫌だよね。でも私時々ね、自分にどんなアンチコメントつくんだろうって考えるネガティブ。まあそんなアンチコメントつくぐらいさ、なんていうの、たくさんの人に届いたらすごいだろうなとは思うけど、まあなんかその考え方もキモくて嫌だけどね。アンチコメントつくイコール人気者みたいな、わかるけどさ、許したくなくねって思っちゃうよねまあそれは置いといて、私は何かが起きた時に自分がどんな気持ちになるのかを知るのが楽しみなのね。だからアンチコメントというか嫌なコメントがついた時に自分がどんな気持ちになるんだろうって考える。で最近実際になんかまあいいか、インスタの方にちょっとお説教というかアドバイス的なコメントを書いてくださった方がいて、その方私全然知らなかったし、相手も私のことフォローしてないし、何で私を見つけたのって思ったんだけど、そのアドバイスコメントを見た瞬間に私の脳裏に浮かんだのは誰だお前だったのねだからなんかこういうアンチとまではいかないけど心をざわつかせるようなコメントがついた時ってまず浮かぶのって誰お前だったんだと思って新たな発見があった。だから芸能人とか毎日誰だお前ばっかなんだろうね。インフルエンサーとかもさ。でもよく YouTuber の人がはっきりとしたアンチよりもそういうお説教とかアドバイス系というか、まあ言い方悪いとおつぼね系みたいな、そういうのの方がもやっとするって言ってるのを見たことがあって、確かになんかね、全然傷つきはしないんだけどシンプルに不快な気持ちになってずっとちょっとこびりついちゃう感じがある。でも私はね、今いかに人のアドバイスを聞かないかっていうゾーンに入ってきてるので、逆にいい練習になって助かった。今の自分には必要ないアドバイスをスルーできるかって大事だと思う。でも私シンプルブスとかそっち系
見た目のことのコメントとかは正直全然傷つかないと思う。なんでかっていうと、もうそういうこと言ってくる人ってセンスがないじゃん。そのことがもう分かってるから、世間的にもただのやべえやつだから全然何とも思わないかもしれん。面白くないとかは結構傷つくかもね。こっちも面白いと思って一応やってるからさ、面白くないはちょっと泣いちゃうかもね。でもこんなこと言ったらせっかくコメントくださる人もいるのに、なんかコメントしづらいとか思っちゃったら嫌だな。そんなことは思わないでいただきたい。私はめちゃくちゃ YouTube 見てるけど、コメントって正直そんなにしないのよ。だからコメントしてくださる人ってすごいなって思うんだよね。それだけでさ、いろんな人をね救ってると思いますよ。でかいなスケール。都会にやってきました。人がたくさんいます。人がたくさんいます。 YouTuber 失格だ。人がいると喋れなくなる。俺がいるからってこと？いや別にいていいんだけど、いやそんな卑屈な意味じゃなくて、今日はアズーの結婚指輪を修理してもらったので、サイズ直ししてもらったので、それの受け取りといろいろ買い物をしに神戸に来ました。13キロ痩せたもんな。アズーがこの1年で13キロも痩せたせいで、手を振るだけで指輪が落ちるようになっちゃって、2ヶ月前とかに修理してもらって、それの受け取りがようやく今日あるので。13キロ痩せる前と後でさ、なんか感覚って違ったりする？感覚？だからこの間のアメトーークの筋肉芸人みたいにさ、曲がるときにこうスペース空けなくて済むとかそこまでではない。そっか。そこまでではないけど、爆買いをしたつもりだったんだけどね、爆買い企画してる YouTuber 買いすぎじゃね？全然これ私の中でちょっと予算超えちゃったなっていうぐらいだったのに、こう見ると少ないですね。まあそんなことは置いといて、前回の動画で速攻ブルーベリーっていう目にいいサプリをおすすめしたんだけど、なんかあれがすごい楽しくて商品紹介ってこんな楽しいんだって思っちゃって、味を占めまして、先日の神戸爆買い旅行の時に購入したものを紹介しようと思います。すっぴんで。じゃあまず洋服は後で着てみようと思うから置いといて、じゃあまずロフトで購入したものね。これ足つぼマット。最近さ、もうずーっと座りっぱで絵描いてるから重くてしんどいっていうのがあって、なんだっけ、圧迫着圧ソックスでやってきたんだけど、最近なんか足つぼがしたい欲がめっちゃ高まってて、ネットでも探してたんだけど、なんかさ結構足つぼ高いじゃん。なんとか先生式なんとか足つぼマットみたいなのとか1万円弱して、多分すごくいいんだろうけど、さすがに一発目1万円も足つぼにはかけられないと思って、でも他の探しても結構3000円とかしちゃって、安いものでいいから試したいなと思ってロフトに行ったら、これ確か900円弱ぐらいだったかな。このコンパクトなサイズの足つぼマットが売られてたので買いました。で早速使ってるんだけど、いいね。ドライヤーの時に使ってて足つぼ欲が満たされた。こんな感じで足だと思って足を乗せて土踏まずをこうグリグリしたりしてます。この足つぼ欲って何なの？初めて湧いてきたんだけど、食欲、睡眠欲、足つぼ欲。もうさ、なんか悲しいよ。ロフトで健康器具なんか見たことなかった。私はなんかさ、聞いてはいたよ。年を重ねて健康器具、健康に目覚めると聞いてはいたけど、なんかさ、人生がベタすぎて恥ずかしい。ベタすぎてつまんないどうせさ、来年にはなんか煙が出る木みたいなのとかやってんじゃない私こちら M マークシリーズアミノ酸浸透ジェル、有名な松山由志さんのスキンケアジェルです。インターネットで知っ
で買ってみた。松山由志さんのツイッターアカウントで紹介されてて、皮脂が出るタイプの乾燥肌の方におすすめって言われてて、で私まさにそれなのね。でも自分で選ぶ商品とか、あとはさ、体感美容系 YouTuber の人って乾燥肌の人多いから、そういう人たちがおすすめしてるものを買っても私は結構油分すごいなって思っちゃいがちだったんだけど、試しにこのアミノ酸浸透ジェルを買ってみて、油分じゃなくて水分で肌を潤してますって感じはめちゃくちゃ伝わるから良さそう。今使ってる化粧水がなくなったら、このアミノ酸シリーズの浸透水っていう化粧水もあるから、それを使ってみようと思う。で、私最近すんごいショックなことあってさ、クレドポーボーテっていうブランドの売り場に行ったのね、百貨店の。で BA さんに何かサンプルお付けしますよって言われて、じゃあスキンケアくださいってお願いして、それで何か肌悩みありますかって聞かれて、でもすごいお肌綺麗ですよねってリップサービスを受けまして、よければ肌診断やってるのでいかがですかって言われて、私ちょっと急いでたし嫌だなと思ったんだけど、その BA さんの圧にやられて気づいたら頬を差し出しており、ピッて肌診断をしたら結果が星4のうち星1だったのね。特に詳しい数値とか出ず、ただ星1とだけ表示されてて、それで BA さんに潤いが足りてないみたいですねって言われていや具体的にもっとさ、いろいろどういう状況だよっていうことをさ教えてくれよって思って、たださ勝手に肌を見られて、あんたの肌今ひどい状態だよって現実を突きつけられるというさ、なんか雑な感じに結構傷を負いまして、しかもやりたいですって言ったわけでもないのにでも確かに私水分の保湿が足りてないなって思ってたから、その結果が妥当なんだろうなって思って、だからそれきっかけでも水分系のスキンケアを探してて今回購入しました。クレドポーじゃないんかーいで次アパレル系に行きますね。私先日パーソナルデザイン診断っていうイメコンを受けまして、ようやく自分に似合うものがはっきりと分かったのね。で今回その自分に似合うものを買いにお買い物しに行ったって感じで、ずーっとアクセサリー難民で、アクセサリーって私似合わないなって思っちゃってたの。だからつけてこなかったんだけど、今回その診断を受けて似合うものが分かったので買ってきました。こんな感じ。私はパーソナルデザインはフェミニングレースという上品なものが似合うタイプなんだけど、パールのアクセサリーがいいとのことで買ってみた。きちんとパールが並列してるでしょ。でかすぎない、小粒で選んでみた。で私あんまり揺れるのが好きじゃないから、なんかやかましいって思っちゃうからこういうのにしてみた。つけてみようか。それで私アクセサリーがなんで似合わないって思ってたかというと、小顔効果のためにでっかいイヤリングばっかつけてたんですね。よくさ雑誌で小顔に見せるために大きいイヤリングをつけましょうって書いてあるから、それを鵜呑みにしてバカでかイヤリングとかばっかり買っちゃってたんだけど、それが似合わなかっただけだった。ルナアースさんというお店です。330円、ありがてえ。私は正直プロじゃないから、これがはっきりフェミニングレースに合ってますって言えないけど、多分いいとこ行ってんじゃないかなって思う。なんか私は正直こんなちっちゃいアクセサリーなんかつけてもつけなくても変わらないでしょって思ってたんだけど、そんなこともないみたいだね。なんかアクセサリーのこととかもうちょっと教えてほしかったな。なんだ、だいたい雑誌ってさ、大きいので小顔効果で、揺れるのでなんだ視線を釘付けみたいな、そういうのばっかり書いてた気がする。いやだから最初からこの小粒系のアクセサリーにたどり着いてる人はめちゃくちゃセンスがいいですね絶対洋服の購入品紹介の時にすっぴんでやる人いない。でも着替える時にさ、ファンデとかリップとか服についたら嫌だなと思って諦めちゃった。でお洋服もそのパーソナルデザイン診断の時におすすめいただいたブランドに行ってきました。なんかさ、こんなにイメコン言うとさ、とらわれすぎだよって思われるかもしれないんだけど、一旦その型に当てはめて、その後にどうそのタイプの中で遊ぶかっていうのが楽しいと思うんだよね。なので今は型にはまる時期かなと思っています。実際フェミグレ系の服って私避けてたから、逆に言えば今めっちゃ幅広がってるから、新しい自分が見れるのが楽しみということで、よしじゃあ着てみよう。ちなみに今日はね、もう部屋着なんですけどね、私のお気に入りのね、見えるかな、
クラニフと太鼓の達人のコラボパンツを履いています。ドンカドドンカですからねこんな感じのジャケットとブラウスとスラックスの3つを買いました。いやーもうね、めちゃくちゃ避けてた服。逆になんでかっていうと、仕事できそうって思われちゃうからやかましいわ。だしなんかね、今はだいぶ年相応の顔になってきたからいいけど、10代の頃とかさ、大人顔の悩みなのか、こういうボタイブラウスとか着ちゃったら授業参観って思われるんじゃないかってすっごい懸念してて着てこなかったの。でも今回そのパーソナルデザインの先生にボタイブラウスなんてめちゃくちゃ似合うよってアドバイスをいただきまして、今回ボタイブラウスを探しに行ったんだよね。これはミッシュマッシュっていうブランドのブラウス。初めて買ったブランドでも、その後アウトレットに行ったらこれの上位互換っぽいものがお安く売られてて、そっかもうちょっと探せばよかったかなって若干後悔したりもして、そういう正直レビューです。それでジャケットとスラックスがナチュラルビューティーベーシックさん。私初めて入ったけど、多分ここに行けばフェミニングレースの服は 100% あるなって思えるブランドさんだった。ここはすごい生地感も良いね。一旦やっぱりなんか仕事着になっちゃうのかも。似合うだろうって自信を持って選べるアイテムが。このねネイビーのジャケットはずっと欲しくて探してて、もうこれは 100% 完璧な理想のデザイン。袖をまくると裏地が見えるっていうのも欲しかったし、この金ボタンっていうんだっけ、ネイビーに金の組み合わせ好きだから金ってゴールドって言いなさいよ。嬉しい嬉しいよこれは。でスラックスもこういうタックが入ってるのはもう完璧でしょ。で私グレーとピンクとか青の組み合わせ好きだからこの色もお気に入り。そんな感じの購入品紹介でした。こんな感じで肩掛けしてもいいんじゃないの。このままだと仕事ができそうなお育ちのいい子って思われちゃうよ最悪。なんかね、私は本当絶対に着なかったジャンルなんだよね。もうこういう仕事できそう系とか、どうにかして仕事ができないように見せられないかというさ、真逆の取り組みをしてたんだけど、それはなんていうかすっごい卑屈なんだけど、期待されても自分はいつか相手を失望させてしまうって思ってたから、期待されたくないとか自分の能力よりも上に見られたくないみたいな思いがめちゃくちゃあるんだけど、インポスター症候群って言うと出てくると思う。そういう気質が自分はあって、私はだらしのない人間ですって見せるように頑張ってきたんだけど、もうそんなことしなくてもいいのかもしれない。でも今回お洋服を買う時に試着をしたんですよ、自らの意思で。私は今までもう絶対に試着だけはしたくないという思想のもと生きてきたんだけど、やっぱり服を実際に着てみないとわからないことがあるってようやく気づきまして、めちゃくちゃ試着した。でも確かにこれ絶対私似合うでしょって思った服をいざ試着してみたら、あれなんか違うなって思うこともあって、絶対こうやって試着した方が失敗ないじゃんってようやく分かったよ。だし洋服をアズーと一緒に買いに行ったんだけど、試着室から出てきた私を見てアズーがめっちゃ喜んでた。トーコが服買うところも全然見たことなかったし、試着してる姿なんて生まれて初めて見たと、それは嬉しそうでした。でもさ、論理的な恋人をお持ちの方はぜひこのイメコンを活用するのいいかもしれない。今回もアズーに私は診断でこういう服が似合うよって言われたんだとか、こういう色が似合うって言われたんだっていうのをアズーにめちゃくちゃインプットさせて一緒に服を選んでもらったんだけど、正直賢レベルで言ったらアズーの方が高いので、これが似合うってことはこれもいけるってことかって、そのアズーがだんだん応用し始めて、すごい話が早くなった。アズーはめちゃくちゃ私の買い物も興味深くね、一緒に回ってくれるタイプなんだけど、アズーからこれ似合うんじゃないって持ってきてくれたりとか、その都度ここはちょっと胸元開きすぎるからもしかしたら違うかもみたいな精度を高めていった。漠然とさ、私に似合うもの一緒に探してよって言っても多分ね、ロジック組み立て系の人はそんな感覚言われても分かんねえよってなっちゃうと思うから、そういうタイプの人と一緒にお買い物するときはこのイメコンを活用するのがいいかもしれんって思った。今この動画の編集をしてて、もうね
撮影しながら編集しないといけないぐらいスケジュールが結構ヤバヤバでして、私1本の動画編集に2日かかっちゃうのね。でそうなると月4本上げてるから、だいたい1ヶ月のうち1週間は編集してるってことかって思ったら、もうちょっと絵描く時間を取らなきゃと思って、だからねちょっと来週からはこういうおしゃべり動画は減ってしまうと思うのでご了承ください。どれだけこの私のおしゃべりを楽しんでくださる方がいるのかわからないんですけど、そうやっぱいかんせんおしゃべり動画は字幕でめっちゃ時間かかっちゃうから、一旦繁忙期終えるまではしゃべりなしの Vlog とかになるかもしれません。それでなんで今繁忙期かっていうと、12月の6日と7日に大阪梅田で開催されるアンノウンアジアというイベントに出展するからですすごい突然の広告感。その展示の準備を頑張っておりまして、詳しくは概要欄にホームページを載せておくので見に行ってみてください。おそらくこの格好をした私が在廊しているであろう。その展示に向けてちょっと慌ただしい2ヶ月1ヶ月半になると思うから、うまく YouTube も両立しながら過ごせたらいいな。いっつもさやっぱ展示間際になるともう更新できないってなっちゃうから、うまいことできたらいいなと思います。それでは私は編集を大急ぎでやるのでこれにて、じゃあみんなも洋服は試着をしようねすっぴんのまま失礼いたしました。何か参考になれば嬉しいです。じゃあ今日もありがとう。